BTS が誇る黄金マンネのジョングクは、実は泣き虫な一面も併せ持っています。6人のヒョンから愛情を受けてまっすぐに育ったジョングクは、一体いつどんな時に涙を流すのでしょうか。大きな瞳からこぼれる涙の理由を知れば、とにかく愛おしくなること間違いなし。今回は、そんなジョングクの涙について紐解いていきます。一番泣き虫と言われているジョングク。できないことができないと言われるほど、何でも万能にこなしてしまう黄金マンネジョングク。BTS の最年少で、6人のヒョンからとにかく可愛がられている姿は、見ているだけで微笑ましいもの。普段からどれだけ仲がいいのかを垣間見ることができます。マンネらしくのびのび過ごしているジョングクの姿はなんとも愛らしい。そんなジョングクには幼い頃から泣き虫なイメージが定着しています。もちろんジョングク自身もそのことを知っていて、僕は泣き虫じゃありませんと可愛らしい発言をしたことも。一方で感受性が豊かなのは母親の遺伝だと話していたこともあります。負けず嫌いなジョングクらしいですね。そもそも事の発端はデビュー間もない頃のコンサートで涙を流したことだと言われています。それからはすっかり泣き虫なイメージが定着。もちろんコンサートの時だけに限った話ではありませんが、アーミーを目の前にしたコンサートで涙を流すことが多いのも事実です。メンバーやアーミーのことをいつも深く思っているジョングクだからなのでしょう。2020年のウィンターパッケージでは、アーミーへの手紙を読み上げて涙を流す姿が話題となりました。タトゥーや熱愛騒動の渦中に収録された映像で、ジョングク自身もこれまでにない様々な葛藤を抱えていたのでしょう。手紙を読み終えたところで、赤くなった耳や涙目をヒョンたちに軽くからかわれて本当に泣き出してしまい、慌てて泣かないでと心配されていました。手紙の中には、アポバンポ・アムヘンワルという文字があり、これはどういう意味ですかと RM が尋ねます。これはどちらもジョングクが作った造語で、アポバンポはアーミー・フォーエバー、BTS・フォーエバー。アムヘンワルはアーミーは何があっても幸せじゃなきゃいけないよ。わかったという意味が込められています。テテが作ったボラエのように、アーミーと BTS の間にしかわからない特別な言葉なのですね。これまで応援を続けてきたアーミーへの感謝の気持ちが溢れたのかもしれません。思えばジョングクが泣くときはいつもそういった場面が多いように感じます。愛情深い人柄が伺えますね。そんなジョングクにとって初めてのソロ曲となったビギンには6人のヒョンへ対する思いがぎゅっと込められています。大切なメンバーが辛いことが僕にとっては一番辛い。他のことはいいけど、ヒョンたちには幸せでいてほしい。そしたら僕も辛くなさそうと号泣したジョングクのエピソードはあまりに有名です。ジョングクの純粋で美しい気持ちを聞いた RM がそのままビギンの歌詞へと落とし込んでいます。この時以外にも他のメンバーが涙を流している時はジョングクも一緒になって泣いている姿がよく見られますよね。ジョングクにとって BTS メンバーとアーミーがどれだけ大切でどれだけ自分の中を占めているのか、あの純粋な涙を見れば私たちにも痛いほど伝わってきます。またジョングクが泣き虫なもう一つの要因として完璧主義な一面があるようです。2018から2019年頃は自分が思い描いていたようにパフォーマンスすることができず、舞台裏で悔し涙を流すこともありました。それは本当に些細なことで、一緒にパフォーマンスしていたメンバーさえ気がつかないような小さなミス。しかし、プロ意識が高いジョングクは自分では許せなかったのでしょう。あまりにストイックで完璧主義者なジョングクは見ていて心配になってしまいますが、メンバーには振付チーム長として諭してくれる J-HOPE や
完璧じゃなくていいよと伝えてくれるシュガを筆頭に優しいヒョンがそばにいます。他にも一人で泣かなければ泣いてもいいよとジョングクに声をかけたシュガの言葉には大きな安心感と信頼できる安定感があります。アーミーにとってもそうですよね。欲しいタイミングで欲しい言葉を的確に投げかけてくれる頼れるシュガ。BTS は個々を尊重する思いやりのあるメンバーばかりですね。メンバーに泣いていると聞かれると涙が。そんな優しいヒョンに囲まれたジョングク。デビュー当時は人見知りが激しく内気で、いつもメンバーの後ろに隠れているような少年でした。そしてそんなジョングクのことが可愛くて仕方がないヒョンという BTS の構図が出来上がったのですね。無理もありません。泣き虫なジョングクのことをテテは泣いているのって聞けば本当に泣いていたと話しています。9周年を迎えた2022年6月13日には YouTube にてプルーフライブが開催されましたが、そこでもテテはジョングクの涙について語っています。記憶に残る最高の瞬間について聞かれた BTS は思い思いにデビュー日や初めての単独コンサートなどを挙げる中、テテだけが僕は昔ジョングクに泣いているのって聞いたら泣いた時、それが本当に最高の瞬間だったのではないかと思いますと答えました。テテワールドが全開ですね。これには J-HOPE やジョングクがそれが最高の瞬間と驚いています。仲が睦まじくていいねと笑う J-HOPE のおっしゃる通りです。でもこの子は変わりました。もう二度と見られませんと少し寂しそうに大人になったジョングクに思いを馳せていたテテ。テテの中には唯一の弟であるジョングクがまだ幼かった頃の思い出が色濃く残っているのでしょう。世界中で大きな話題を集めることとなった防弾会食でも涙を流しながら思いを打ち明ける RM とともに涙を流していたジョングク。隣に座っていたテテはそれを見て優しく微笑み、そっと涙を拭いてあげていました。これほど穏やかな微笑みを向ける優しいテテとジョングクの絆は計り知れませんね。きっと泣き虫で少年のままのジョングクがテテの心の中に住み続けているのでしょう。成長したジョングクは泣かなくなった。泣き虫とは言っても、テテが言う通りジョングクが涙を流す回数は大人になるにつれて減ってきたように感じます。当然といえばそうかもしれませんね。ジンが BTS に解散危機があったことを明かした2018年のママ授賞式。心身ともに疲弊していたメンバーが流す涙に胸を打たれたアーミーも多いことでしょう。ジンが受賞コメントの中で解散するかどうか悩んだりしてと明かした途端、テテは急激に表情を変えて手で顔を覆い尽くし泣き出してしまいます。他のメンバーも涙を浮かべる中、微笑んでメンバーを見守る RM の凛とした姿も印象的です。涙が溢れて止まらないテテを抱き寄せ、背中をポンポンと叩くジョングク。これまで後ろに隠れていたジョングクが涙を流しながらも懸命に応えてテテを支え、アーミーに深くお辞儀をします。BTS の中で成長を続けるジョングクは、ヒョンのことを支えられるようになったということ。メンバーの成長や様々な葛藤が見て取れる2018年のママは、涙なしには見られません。また、2022年4月に開催されたパーミッション2ダンスオンステージラスベガス最終日に披露したバターのステージも印象深いです。当時左手を怪我していたジンの代わりに、ジョングクがシュガと共にミラーの振り付けを担ってジミンを囲う予定でした。しかし、いざその瞬間を迎えた時にはすっかり忘れていたのか、ジョングクは自分の振り付けを全力で全うしたのです。結果一人でミラーをすることとなったシュガと囲われずジョングクを指さすジミン。そしてすぐにミスに気がつき大笑いするジョングク。ものすごく微笑ましいワンシーンですよね。しかしこれは
大きな変化のように思います。これまでは誰も気がつかなかったミスに一人泣いていたジョングクが誰もが気づくミスを笑い飛ばせるようになったのです。テテが言うように、これもジョングクの成長を示す一つなのではないでしょうか。見ていて心から公演をアーミーと共有する時間を楽しんでいるように感じます。これからはこんな風にメンバーやアーミーと笑い合ってポジティブな意味の涙を流していけるといいですよね。まとめ。今回は泣き虫な BTS の黄金マンネジョングクについてご紹介しました。その意味を知れば大きな瞳からこぼれ落ちる涙までも美しく、ジョングクがどれだけまっすぐに成長してきたかがわかります。それを支えてきたのは6人のヒョン。BTS の家族のように仲が良い絆のおかげなのでしょう。少年のままのイメージを持ちがちですが、ジョングクは今も成長を続けています。もちろん、泣き虫な姿も愛らしいですが、大人になり、新たな一面を見せてくれるのも楽しみですね。これからも応援していきましょう。